How are you doing, guys? この番組は元在京メディア出身の侍ジャパンがお送りする腕時計の専門チャンネルです。This program is brought to you by Classified。さあ、今回はフォルティスです。皆さんよくご存知とは思いますが、しかし持っていない。そういう人も意外と多いのかもしれません。かくいう私もその一人です。そこで今回のレビューとなりました。予告編を見てくださった方、どうもありがとうございます。それでは開封していきましょう。Let's go! こちらフォルティスは2の方々、特に海外の YouTuber にも絶大な信頼を置かれているコングロマリットに属していない独立したスイスのメーカーですね。おしゃれですね。そしてこれをからくりダンスのような感じで開けますと、これ書いてありますよ。First Automatic Wrist Watch と、最初の自動巻き腕時計。そうです。世界初の自動巻きの腕時計を完成させたことでも知られる1912年創業の老舗メーカーですね。そして見えてきました本体です。じゃーんと。かっこいいですね。このすべて艶消しサテンで仕上げられた、これチタニウム製なんですよ。タイタニウム。ですので軽いですよ。後々行きましょう。もちろん近年の有名なところとしては宇宙開発のオフィシャルミッションタイマーとして常に携行されていますね。さらに、NATO 空軍などにも正式採用されています。主にヨーロッパ方面に強いですね。やはり特別な職業の方々にも絶大な信頼があります。そしてこのオフィシャルコスモノートアマディ20は将来の火星有人探査に向けて地球環境下でのシミュレーションを継続している20数カ国が参加しているミッションのオフィシャルタイマーを担っております。例えば今回ですと2021年10月4日から10月31日までの間、オーストリア宇宙フォーラムによるイスラエルでのネゲブ砂漠で実施される火星探査ミッションを遂行するアナログ宇宙飛行士をサポートするクロノグラフ。前回のミッションではオマーンで行われましたので、いろいろな砂漠環境で試しているのでしょうね。そして火星といえば最近のニュースでも NASA の無人探査機パーサビアランスが火星に着陸して話題になりました。最近はスペース X や Amazon などテックカンパニーにより再び宇宙開発が盛んになってきましたね。たとえこの時計がスポンサードであっても一定水準を満たさないと選ばれませんので、やはり信頼の高いモデルと言えます。そして今回私も1泊2日で火星に行ってきまして、その様子を動画にまとめましたので少しだけお付き合いください。次のカットへ。こちら火星地表面157の座標 B3、 現在時刻16、15、火星タイム探索中です。酸素ボンベは残り10分。探します。険しいです。これではないのか。トライアングルストーンだ。これが謎の物体と言われるものだな。本部へ発見しました。トライアングルストーン106火星タイム。今から採取して本部へ持ち帰ります。気をつけろ。非常に重い。
これだけで10キロありそうだ。酸素。火星人の声が聞こえる。火星人の声は可愛いな。酸素は残り5分だ。よし、5分で基地まで戻るぞ。よし、急げ。撤収だ。これが大事だ。いやー、恥ずかしかったですね。いい年したおっさんがですよ。まあ、しかし、これはミッションですから、恥を振り払って皆様へお伝えしたいと思ったところです。それでは今回の主なトピックですが、エクステリア、サイズ、重さ、タイムグラファー、リストショット、コオロギショット、目標10分。それではエクステリアから詳しく見てみましょう。まず目に飛び込んでくるのは、このベゼルにある2つのアプライドマーカー、12時1と10分1ですね。これはなぜでしょうか。でそれは地球と火星が交信をする際に広大な距離があるで5460万キロと。ちなみに地球と月の距離は38万キロ。比較すると140倍の距離。遠いですね。そして通信の遅れが生じますよね。で、そのタイムラグが3分から21分と。ですので、メッセージの往復には最大で42分かかることになる。で、アマディ20のミッションでは平均タイムラグを10分として実験を行っているそうです。このミッションコントロールベゼルと呼ばれるものがついていると。10分見やすいですよね。そしてこのようにカウントダウンタイマーとなっていますね。何分以内に何々を行うという方式ですよね。右側にはここはクロノグラフがついていますね。ちょっと重なっていますけれども、スタートしますね。スタート。上の部分が積算の30分計となっています。最大30分まで計測と。そして、カウントダウンタイマーも60分と。ですので、想像するに割と短めの時間で計測される場面が多いのかなと。そして左側9時位置には秒針がついていますね。スモールセカンドです。これは大体の目安となっていますね。ここの風防はもちろんサファイアクリスタルで両面無反射コーティングですね。これブルーに映っているのがもう分かりますよね。ですのでこれはないともう全く見えない状態になりますが、 LED の直射ですけれどもとってもよく見えていますよね。視認性が抜群に良いと。そしてこのアプライドも02、04、05と、つまり言い方ですよね。02時04分とか、そういう言い方をしますよね。0204でもいいですけども、そのような感じなのでわざわざ、2桁の数字にしていると。そして今この30分の積算を見ていただくと、今2分と45秒付近ですよね。超えます。パタン見えましたかね。パタンパタンと。はい。そしたら一旦ストップしました。この感触は割と軽めですね。カチッというよりはコトッという感じで非常に柔らかいです。そして、このねじ込みリューズもなく、防水20気圧を実現していますので、さすがこの辺りはフォルティスだなと。そしてリセットいきますね。いろんなことに使えますよね。そしてクラウンですね。とっても大きなクラウンが使われていますので、もちろん
1、2、3、4、5、6、7。7で解放されました。これはねじ込み式ですね。そして今解放されて、この、ちょっと動いているかなと、バネが。そして一つ引き出すと、デイデートがついていますので、これ分かりやすいんですね。上に行くとデート、日付ですね。で、下に回すと曜日と。13だけ青いな。これ見てください。13だけ、10、11、12、13と。これ分かりにくいかもしれませんが、ブルーなんですよ。13。何かの意味があるんだと思いますね。まあ基本的には不吉な数字だと思いますが、非常にこだわりがある。で、下に回していくと、そして最後まで引き出すと、今度はもちろん時計の調整ですね。まあこのぐらいにしておきましょう。ねじ込んでおきましょう。これいわゆるコスモノートですね。今コスモノーティスに名前が変わりましたが、あちらはねじ込みではないんですよね。面白いですね。こちらねじ込みになりましたと。このダイヤルの中だけでもすごくメッセージが入っていまして、もう入りすぎぐらいの。例えば、この、見えますかね。円周状のエングレーブが入っていますよね。で、途中で切れていますよね、これ。これは何を指しているかというと、火星の地軸が、25度。要はまっすぐじゃなくてずれているということで、その火星の軌道を表しているそうです。難しいですけれど。それから先ほどのこの13ですね、ブルー。やっぱ気になりますね。なぜなんだろうと。で、金曜日。やっぱり13日の金曜日ということですから、もしかすると実験が行われている場所がイスラエルなので、13日の金曜日ということなんだろうと思いますね。想像ですよ。間違っていたらごめんなさいね。でもなんとなくそういう感じがします。この金曜日だけ SOL。ちょっとね、読み方がわかりませんが、他は英語表記ですよ。Thursday ですね。Wednesday と。戻っていくタイプですけども、Tuesday と。Monday、Sunday、土、金曜日。金曜日だけね、Friday ではないんですね。でもそんな感じではないかなと想像します。ただ細かいのですが、ここのミッションロゴ。このマークにもたくさんの意味があるそうです。で、オリーブの枝。それは平和の象徴であり、イスラエルの国樹と、その葉っぱがあるんですね。見えますよね、葉っぱ。6枚の葉っぱ。6人のアナログ宇宙飛行士を意味していると。そして、オリーブの実がついていると思うんですけれども、これは生物学、地質学、工学の3つの実験分野を表すと。だからカラーリングですね。茶色、サンドカラーは太陽と砂漠をイメージ。そしてこれ、見にくいんですが、ここブルーなんですね、右側の真ん中。円周部分ですけれども、ブルー、ちょっと画面で表現できませんね。ブルーなんですが、これはイスラエルのナショナルカラーと。そして黒い部分、周りの黒は、宇宙の広大さを示していると。なるほどですね。意味がたくさんありすぎて、私はイスラエルには何のゆかりもないんですけれど、なるほどと。いいでしょうね。このクロノグラフの秒針もブルーバリとなっていますね。ということなんだそうです。視認性はやはり抜群に良いですので、さすがだなと思いますね。後ほどコオロギショットも行きますが、これも綺麗ですよ。
語る部分多いですから、どんどん参りましょう。まず、この本体の素材ですね。これはオールチタンとなっています。もちろん3連のブレス。独立3連で非常に滑らかですね。付け心地がとても良いです。そしてチタニウムの特性ですけれども、ステンレススチールと比較すると重さはほぼ半分だと。そして耐久性、非磁性、つまり磁石、低アレルギー性、耐腐食性にも優れていると。そのため特に航空宇宙の分野ではチタン、タイタニウムは究極の素材。このモデルケースには火星の表面のようなサンドブラスト加工を施していると。その結果美しい砂のような色になり、強い光でも反射することがありませんと。本当に黒子に徹したツール感満載ですね。そして後ろに回りますと、ちょっと傷ついていますが、もうだいぶテストで使っていまして、これは両サイドを押すと外れますね。そしてダブルのピンバックルですね。シングルロックではありますがダブルピンとなっています。それからすごいのがエクステンションがついてるんですね。ここのボタンを押すとこれ、8ミリ延長できます。そして裏側に行きますと、ウォーターレジスタント 20ATM と、20気圧防水ですね。そして上段はフォルティスアマディ 20B42 となっています。丸の中には The Next Giant Leap ということで、手前に Earth 地球がありまして、ムーン月ですね。で、Mars と火星。そしてこの火星の衛星ですね。ちょっと見えにくいな。左側がデイモス。右側がフォボスですね。これは火星の衛星が描かれています。1960年代、70、80。あの頃はね、本当に宇宙流行りましたから。まず、アニメでいうところのガンダムですし、ガンダムもね、ほとんど宇宙でしたから、そういう部分では皆さん宇宙割と馴染みのある方もいらっしゃるかもしれませんね。逆に20代ですとかお若い方の場合には宇宙クエスチョンマークみたいな感じがあるかもしれませんが、すごくねロマンがありましたね。ハレー彗星も来ましたからね。こちら、キャリバー蓋で見えませんけれども、キャリバー名が UW-50 50と50で48時間パワーリザーブ 28,800 振動 UW50 よく聞く番号ではありますね。例えばコスモノートの場合には ETA バルジュ7750がベースですよね。でこれも聞こえますかね。ぐる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 っと本当にバルジュ7000系の音がするんですね。ただウェブ上でも言及はされていませんので、私も憶測は避けようかなと思います。とにかく UW50 と。後ほどタイムグラフいきましょう。それではサイズいってみましょうね。サイズ感どうでしょうか。ワイド、ダイアメーター、幅ですね。こちらは実寸で 44mm ありますね。44mm と。手首周りに最も大事な縦、ラグトゥーラグですね。こちらは 52.7mm と 50mm をオーバーしていますね。それから厚み、シックネスはちょうど 15mm となっています。なかなかごついですよね。ごついのが良いというところでしょうね。こちらラグ幅は20mm ちょうど 20mm となっています。で、後ろはテーパードなしでまっすぐ 20mm ちょうどになって。それでは重さいきましょう。わあ、やはりね、軽いですね。見えますかね。153g です。
153grams ですね。軽い。つけやすい。タイムグラファーです。これはほとんど待つ必要がなくて安定していますね。プラス4 seconds per date。4秒プラスになっています。だいたい2から4で推移していますね。そして振り角アンプリチュードは306度とオーバー300。で、ビートエラー0ですね。28800振動はとっても安定していますね。これだと偏差と言いますかね。ドーンと極端に出たりすることはないのかなと。今プラス2に下がってきましたね。すごいですね。やっぱり2から3ですね。で、このラインを見ていただくと、ちょっと見えにくいですかね。まっすぐ行っていますね。ほとんどエラーがないと言いますか。予定できるプラス偏差というのは、いいですよね。はい。ドーンドーンと上下しないっていう感じ。プラス2ですね、やはり。いやー、これ精度とても良いですね。また、後ほど、ロングタームもやりますので、ぜひご期待ください。次はリストショット行きましょう。リストショットですね。いつもの距離から見ています。このように映ります。やはり厚みが15ミリということで、少し分厚めになっているかなと思いますね。ただこの時計の場合、このシリーズと言ってもいいでしょう。このゴツゴツさが売りですよね。ですので、このように、私の手首は 18.0 センチですけれども、このぐらいの感じですね。装着自体はとっても良いですね。非常に一見ゴツゴツとはしていますが、角が当たったりとかそういうことがないので、とっても使いやすいんですね。そして今これグッと寄せていますが、やはりカメラの影響で大きめに映っています。実際の 3D で見ると、そうでもないですね。普通にシュッと収まっている感じ。で、グッと寄せますと、わかりますかね。ラグトゥラグが、53ミリ前後ということですが、私の手首には内側に収まっていますので、これちょっと見えにくいですけど、この感じ。ですので、ガバガバっと出ているという感じは全くないですね。それから、指は1本入る程度ですので、割とゆったりめでもないんですが、そうですね。ここは綿棒1本プラスが入りますね。このような、どでか時計となっていますね。ただ、この存在感、すごいですね。で、かといって、このチタンによるオールサテナイズ仕上げですかによって、そんなに目立つというものでもありませんね。本当にもう究極的にツールに徹していると。もう装飾用の時計ではなくて、本当にもうインストゥルメント。もう計器類ですよね。ウェブページでも書いていますが、やはり電子機器が故障した場合というのは、火星に行ってもですね、やはりこのアナログの自動巻きで回って常に動いてくれるというのが役に立つんだよということで、やはりアナログ自動巻き電気ではないというところが大事なんだということをね、拝見しましたね。確かにね、そういうところですよね。電気がパシャッと落ちたりとか、IC チップがダメになったりとかすると、もう一気にダメですからね。そういうところかなと思いますね。これ伝わると良いのですが、そうですね。あとは、この、クラスプですね。この辺りに来ていますので、非常に装着感が良いですね。で、カチッと締まり具合も、
鉄のそれとは違う、チタンならではのコトッとした感じ。感触としては、セラミックに近いですね。肌感触ですね。ぐるぐるぐるってやはり回りますね。こうバルジュー系の音がしますよね。はい。想像ですけれどもね。今ETA2020 年問題とかいろいろね、あるようですので、いろいろと変更があったりするのかもしれませんが、ベースは ETA のサウンドですね。ですので逆に信頼できると。そしてメンテナンスコストも下がると。お安めということで、非常に使いやすいのではないかと。いいですね。では、コオロギショット行きましょう。ルミはどうでしょうか。最後の一投です。うわー、とっても綺麗ですね。で、これが、名称はスーパールミノバ X1 ですね。割とブルーがかって映っていますが、これ今ライティングの比較、できるだけ今ディスプレイを落としているんですよね。これ最低限のディスプレイです。で、このように見ますと、綺麗ですけれども、さすがこの辺りはね、実用のフォリテスという感じですね。で、今、左上に見えている、紫がかって見えていますが、これが本当のブルーの色ですね。で、左側の黄緑の LED があります。で、こう見てみると、例えばセイコーよりは、もう相当にブルーがかっていますね。目で見る感じは、黄緑とブルーの間ぐらいですかね。しかし綺麗に映っていますね。くっきりですね。で、これはいろいろともう試してはいますけれども、この残光の蓄光具合がとっても良いので、非常に長続きして見えます。一つ私が残念だなと思ってしまったのが、このですね、ベゼル状の2つの、ポイントですよね。これが想像以上に暗いんですよ。せっかく2つのルミポイントがついていますけれども、今、肉眼ですとほとんどもう暗くなって見えなくなってしまっていますね。このあたりもう少し大きくできなかったのかなと思ったりもしますが、文字盤上の数字であるとか針、これはとっても見えやすいです。もうご覧になるとわかりますよね。で、これは今黒の、バリの秒針を動かしています。そうすると、これもよく見えますよね。綺麗に動いています。基本的には素晴らしいですね。スーパールミノバ X1 覚えておきましょう。少し青色がかったのが X1 と。で、BGW9 はもう少し黄緑がかった感じのイメージですね。はい。コオロギショット以上です。それではマイソースサマリーです。皆様いかがだったでしょうか。私はやはりこのインパクトのあるモデル、カビではない、この本当に究極の機械に徹している、機器に徹している感じ。これがとっても好感が持てますね。それからいろんなメッセージ。特に場所がイスラエルということで、宗教上はたくさんの聖地がありますよね。そういうことも含めて、私はあんまり信仰心がないので、その辺は分かりにくいところですけれども、ヨーロッパ系の方々、日本でももちろんそうですけれども、そういう方々にとってはね、特別な場所であるのかもしれませんね。それからその国としては、今、スタートアップ、非常に盛んで、わざわざ日本から行って、そこでスタートアップするという会社もあるぐらいですから、このサファイアクリスタル一つとっても AR コーティングとっても効いていますよね。
これ今 LED の直射ですけれども、オレンジの。これなければ全く見えないバチッとなりますよね。ですので、これは本当の黒子に徹するタイプの超優秀なアシスタンスのようなイメージ。人ではなくてですよ。こう実直に働いてくれる機械と。そういったファーストインプレッションを持ちましたね。皆様はいかがだったでしょうか？とってもいいモデルですね。それから、こちらのモデル、アマディ20は、日本発売は2021年の6月を予定されているということです。それでは今回は以上となります。皆様いつもご視聴ありがとうございます。たくさんコメントお待ちしております。